1つ目はこれ確か2000、全然違う。でもともとダイソーのやつ、これは何かっていうと iPhone 用、いいのはこれ2つ。これは今月買ったこの、たまたまハンカチコーナーを見てこれをこんにちは、なすいです。今日は5月の購入品紹介をしていこうと思います。で、今日はまた3日4日ぶりぐらいに東京天気が良かったので外で撮ってみてます。で、また明日からなんか天気が悪いらしいから今日外に出ようと思って公園に来ました。で、今回はファッション系が3つと、あと美容系が3つとガジェット系が3つです。で、全部で9個9つ紹介していこうと思います。まず、パパッと最初に美容系を紹介していこうと思います。1つ目はこれです。これはアユーラのウォーターフィール UV ジェルアルファってやつですね。顔とボディ用の日焼け止めです。もともとビオレの赤色のやつ、結構保湿力が高めのやつを使ってたんですけど、これはめぐみさんが紹介してるっていうのでちょっと買ってみたんですけど、これ確か 75g で3000円ぐらいだった気がします。で、これはいいところは塗った感じがすごいサラサラで、なんか全然重たくないんですよ。だから顔がベタつかないのが個人的には好きですね。でもなんか匂いがちょっと、なんていうんだこれ、なんかちょっとお花の香りっていうか、嫌いな人はいるかもしれないけど、でも個人的にはなんか塗り心地がすごい好きなので最近はずっと愛用してます。で、次は2つ目ですね。2つ目がこれはメディキューブのレッドクレンジングフォームっていう洗顔ですね。これ確か2500円ぐらいだったかな。これはまだ使い始めて1週間ぐらいなんですけど、顔がしっかり洗えた気がします。でもまだあんまり使ってないからめっちゃおすすめかっていうと分かんない。こんな感じ。洗顔は最近美容をちょっと力入れようと思って、自分で調べていろいろな商品を試してます。で、3つ目はその洗顔の泡立てネットなんですけど、バルクオムの泡立てネットです。これは結構個人的に買ってよかったですね。何円ぐらいだったら500円か600円ぐらいなんですけど、で、もともとは 2,3 年ぐらい前、大学生の時はダイソーで買った泡立てネットを使ってて、いやもっと前か 4,5 年前ぐらいで、 2,3 年前ぐらいにこの無印で買える100円か200円ぐらいで買える泡立てネットを使ってて結構良かったんですけど、泡はこれだったらもっと立つっていうのを調べて、で買ってみたんですけど、結構大きさ的には1.5 倍ぐらいあるんですけど、ネットの密度が多分倍ぐらいありますね。全然違う。でも泡も立ててみると結構泡の濃さっていうか密度がこっちの方がやっぱすごい立ちますね。これは本当に買ってよかったと思います。泡で優しく顔を洗うのが大事っていうのを調べたので、もともとこの無印の洗顔ネットを使ってたんですけど、こっちに変えました。5、600円ぐらいだし結構毎日使うものだから買ってよかったなと思います。全然安いと思います。泡立ちは本当にだいぶ違います。泡立つ量と泡の密度も多いし、泡の量もこっちの方が多いですね。バルクオムの方が。美容系の3つはこんな感じですね。で、次はガジェットを紹介します。まず1つ目がこれですね。これはセリアの Apple Watch の充電器。Apple Watch の充電器って結構コードが長くて、なんか旅行に行く時とか、例えば僕だったら海外行く時とか、福岡に遊びに行く時とか、東京と福岡を結構行き来したり、あと普通に友達の家に泊まる時とかも結構長いコードを持っていくのがめんどくさいのでこれを使ってます。で、もともとダイソーのやつで全く同じやつがあるんですけど、でも700円ぐらいなんですけど、充電を
完了しても朝になったら 80% ぐらいになってるってことが結構あって、でそれでこっちの方が100円安いし、あとこれは USB-A と Type-C に対応してて両方で使えるので便利ですね。これだとなんだろう、例えば飛行機の中とかも USB-A しか対応してないところがあったりとか、あとパソコンとかでも充電できますね。で今外だからちょっとモバイルバッテリーに挿すんですけど、こういう感じで結構 Apple Watch って1日充電しなかったらもうほとんどなくなるので、こんな感じで充電できます。これは本当に便利。これだと Apple の純正の充電器と変わらず、終わったら 100% のまま朝起きたら使えるって感じなのでおすすめです。2つついてるし、ダイソーのはこっちの USB-A の方しかついてなくて、こっちは2つついてるし100円安いから、ワッツの Apple Watch 充電器です。でガジェットの2つ目がこれですね。これは何かっていうと iPhone 用のマグネットなんですけど、なんか最近結構壁とか自動販売機とか鉄の電信柱とかにくっつくってやつみんな持ってると思うんですけど、これはちょっと今 iPhone 使ってるからケースでやるんですけど、こんな感じでiPhone にくっつけることができるんですね。で Android の方とかもこういうこのケースにステッカーをつければ、こういう鉄のステッカーをつければこれでくっつけれます。でこれだとリングで使うこともできます。こんな感じで机の上にこうやって置いて角度をつけて使ったりとか、横画面で置いたりとかもできます。で壁につけるときはここの磁石の部分を壁にくっつけて、で三脚とかが必要なところを、これ1個で済むっていう感じですね。これは結構今月買ったガジェットの中で一番良かったかな。でなんかこれはおすすめなポイントが、壁にくっつく商品っていっぱいあるんですけど、これはリングになるのと、あとこの角度がつけれるんですよね。なんか他の商品は結構この iPhone を挟んでそのままくっつけたりとか、なんかベルトタイプでそのまま壁にくっつくっていうのがあるんですけど、その壁の角度に決まった状態でくっつくので、でもこれだとこういう感じで角度をつけれる。例えば上から撮るときとかは上につけて、でこれでこうちょっと角度をつけてあげたりとか、これは自由が利くのでおすすめです。で大きさももうこんぐらいで、ポケットに入れてて撮るときにつけてあげるとか、全然普段からつけてあげてもいいと思います。これは一番おすすめ。確か Amazon で1500円ぐらいだったと思います。全然もうこれがあるから最近は三脚を持ち歩いたりすることがなくなりましたね。おすすめ。次がガジェットラストですね。ラストはこれです。これはウランジっていうワイヤレスマイクを買いました。まだあんまり使ってないんですけど、こういう外で撮ったりとか、今日はあんまりないんですけど、風が強い時とか、前回の購入品紹介で結構電車の音がうるさかったりとか、カラスの音がうるさくて、でそれで欲しいなと思って買ってみました。でもこのぐらいだったら全然必要ないけど、なんか本当に外で Vlog を撮ってる時とかすごい風が強い日があるので買いました。ワイヤレスマイクってロードっていうやつが結構主流っていうか人気の商品なんですけど、それは4万円ぐらいして結構高いんですけど、これは1万5千とかで買える商品ですね。付属の風防がついてて、ここの穴に通してこうひねってあげるとつきます。こんな感じで、これつけておくと結構風が軽減されたりとかします。で、いいのはこれ2つついてるんですよ。でまだ片方しか上げてないんですけど、2つついてるので友達と2人で撮ったりするときとか、もう片方友達に渡して2人分の声を同時に撮るっていうこともできます。でこのケースがバッテリーになってて、全然外で使う分には持つかなっていう感じの商品です。こんな感じでここにつけて、で全然離れても音が聞こえるっていう感じの商品です。こんな感じかな。3つ目はこれは、僕がもともとガジェットとかそういうのが好きだからちょっと欲しくて買ってみました。みんなにおすすめできるかっていうと、あんまりかな。でもなんか今例えば TikTok とかで流行ってるビッグ U の今日のコーデ紹介とか、今日音楽何聴いてますかとかアンケートしてる人とか
これから始めたい人とかは、こういうマイクがあると、自分の声とインタビューする側の人の声を2つ同時に録音できたりとかするので便利ですね。あと風が強くてもちゃんと多分今録音できてると思うんですけど、こんな感じで録音できます。じゃあ次はファッションを最後に紹介しようと思います。ASMR も多分できます。ファッションの一つ目はこれですね。これは今月買って一番良かったかな。もうマイクはこのまま使おうと思います。ヒステリックグラマーのカーディガンですね。今結構、今っていうかもうちょっと前ぐらいから海外だとレオパードがまた結構流行ってきてて、でそれでなんか今年カーディガン欲しいなって探してた時に、レオパード流行ってるから、じゃあレオパードのカーディガンを買おうと思って、僕が好きなブランドがヒステリックグラマーって言うんですけど、ヒステリックグラマーの印象が結構強かった。やっぱりレオパードとかは。で、カーディガンっていうと、ヒステリックグラマーだとスタッツの印象がやっぱり強いので、それでこの2つが組み合わさってるのを見つけて買いました。これは古着で買いましたね。ちょっと着てみます。こんな感じです。ちょっとこのショーツには合ってないんですけど、結構これは個人的に今月買って良かったですね。多分、サイズは、レディースのものなんですけど、S サイズですね。結構自分は、細身なので、レディースのサイズとかよく着るんですけど、カーディガンで、こんだけピチッとしたサイズ感、ちょっと、Y2K とかそっちの印象も強くなるし、あとパンクっぽいファッションも楽しめるので、これは買ってよかったですね。ちょっと全体を映します。こんな感じ。多分今月一番着てる服ですね。最近ピックユーのインタビューをしてもらったんですけど、その時も着てました。やっぱりこの個人的にはレオパードもいいんですけど、このヒステリックグラマーらしいスタッツがすごい気に入ってます。こんなに贅沢に、しかもちゃんとしっかりしたスタッツを使ってるからいいですね。で、結構、細かいんですけど、カーディガンって全部止めれるタイプもあるんですけど、これは一つだけここにフックがついてて、こういう感じでラフに着れるので良かったです。買ってみて。じゃあ一つ目はこんな感じです。で、次は二つ目いきます。二つ目と一つ目の順番ちょっと間違えたんですけど、二つ目はこれですね。さっきもちょっと映ったんですけど、このショーツです。これはこの前福岡に帰った時にラグマシーンっていう古着屋さんで買いました。また買ってる最中の動画とかはラグマシーンの方に撮影の許可をもらったので、店内での服を買ってる風景も福岡 Vlog で紹介しようと思います。で、このパンツ気に入った点は、このちょっとおじさんっぽい柄で、膝下のショーツばっかり最近買ってたので、ジョーツとか、ジョーツっていうのはデニムの膝下のちょっと長いやつを最近結構買ってたんですけど、膝より上のショーツが欲しくてこれにしましたね。膝より上を出すと結構子供っぽく見えるんですけど、それとあとこの柄、おじさんっぽい柄が結構ギャップがいいなと思って買いました。で、これのポイントはまずここになんかよくわかんないポケットがあります。ちっちゃい。指2本分ぐらいの。多分コインとかを入れれるようになってると思います。で、もう一つがここの後ろの部分なんですけど、ここにちょっとなんか V のスリット切り込みが入れてあって、これが結構可愛いなと思って買いました。こんな感じですね。多分これはレディースの商品で、だからちょっとこういうなんか可愛いデザインになってるんだと思います。で、結構ウエスト部分は広めで、幅が。で、ここは、チャックじゃなくてボタンになってます。内側とかは。こんな感じのベーシックなショーツを探してたので、これは福岡で見つけて買いました。やっぱりショーツはたくさん買ってたんですけど、太めなショーツとか膝下なショーツをたくさん買ってたので、こういう新鮮なショーツに出会えてよかったですね。その Vlog の当日も、赤いチェックの膝下のショーツもあったんですけど、やっぱり自分っぽいなと思って、いつも買ってるような感じだなと思って、あえてこっちのショーツにしました。ラストは、結構これここにつけとけば聞こえるかな。
ここにつけといた方がいいよね。ラストはこれです。これはさっき紹介したこのワッツで買える Apple Watch の充電器を買いに行った時にたまたまハンカチコーナーを見てこれを買いました。でこれはなんで買ったかっていうと、やっぱり春とか夏とかは、なんか半袖着たりとかファッションが地味になることが多いと思うから、こういうハンカチとかバンダナとかを首にスカーフとして巻いてあげることで、シンプルな服がこれを巻くだけで少しおしゃれに見えると思って買いました。やっぱり春夏は、ネックレスとかでもいいんですけど、僕はネックレスとかあんまり汗がつくから嫌いで、これだったら誰でも、100円だし買えますね。ワッツじゃなくてもダイソーとかでもこういうバンダナとかは売ってると思うのでおすすめです。こういう感じ。こうやってバンダナを一つ巻いてあげることで、ちょっと他の人からしたらあの人おしゃれしてるなって思えると思います。で、僕は結構去年じゃないか、今年かな、カーゴ系のアリフレッドバニスターのカーゴの革靴と、あとカーゴデニムアリフリエックエイデンのカーゴを持ってるので、そういうのと合わせても合わせやすいですね。というか靴とか、ズボンとかの色を、こういうバンダナ、スカーフで色を拾ってあげることで、よりファッションでおしゃれになりますね。一番色が拾いやすいアイテムかなって思います、個人的には。T シャツとか帽子とかで拾うのは難しくても、首にその色を持ってくるだけで、誰でもおしゃれになれるアイテムなのでおすすめです。こんな感じ。これは100円だし本当に誰でも買えるから、今年の夏とか春、なんかいつもとちょっと違うファッションしてみたいなって方は結構スカーフとかバンダナを首に巻いてみることをおすすめします。今日の結構下半身はちょっとチェックの膝より短いショーツで、インパクトあるんですけど、上半身だけここを映したらちょっと大きめの、これはドルガバのジャケットなんですけど、ちょっとビッグサイズのジャケットと黒の帽子、これだけだとすごいベーシックでシンプルなスタイリングなんですけど、こういう感じで、でもこれを首に巻いてあげるだけで少しおしゃれに見えると思います。で、結構個人的にはスカーフとかはちょっと細めの方が上品な気がします。これ今さっきの倍の太さなんですけど、こっちでもいいけど、個人的にはもっとなんか肌の露出感を見せたいので、これよりもう一つ取って、このくらい4センチ3センチぐらいの太さを作って、こんな感じで結びます。結び方は結構適当ですね。こういう感じです。じゃあ5月の購入品紹介はこんな感じですね。今月は結構なんか服あんまり買ってないんですけど、バンダナとか、あと美容系のグッズを結構買いましたね。さっきのクレンジング洗顔は結構夏とか皮脂汚れとか汗がたくさん出るので、それを今まで使ってたやつより少し洗浄力の強いやつを買いました。で、あとバルコームの洗顔ネットはそれプラス泡が多い方がたくさん肌のダメージが少なくて汚れを落とせるので買いましたね。で、日焼け止めはたまたま自分が使ってたやつ、赤色のビオレの UV なんとかアスリズムだっけな、それがちょうどなくなったんで2つ使ってたんですけど、ちょっと別のも使ってみようかなと思って、もともと個人的にはすごい好きな日焼け止めだったんですけど、このアユーラの日焼け止めを買ってみてこっちの方が好きになりました。なので、なくなってもまた次はこっちを買うか、また別の日焼け止めを試してみるかなと思います。個人的にはすごいサラサラしてて、これは大好きですね。で、服は今年というか、今レオパードが流行ってるので、レオパードの服を探して、で、自分の好きなブランドのヒステリックグラマーで見つけたので買いました。こんな感じかな。あと、スカーフとショーツ。ショーツは結構膝下のものが流行ってると思うんですけど、今日みたいな感じで膝上でちょっと肌の露出が多めなショーツも欲しかったので買いました。今日みたいにこういう膝上のショーツは上に大きめのジャケットを着てバランスを取るコーデがいいと思います。こんな感じで5月の購入品紹介を終わります。来月は6月なんですけど、また買えば紹介します。で、買わなかったら、紹介しないか、なんか夏欲しいアイテムとかを紹介するのも
いいかなって思いますね。夏に着たい服とか、夏に買いたいアイテムとかを紹介しようかなって思います。まあ他にもなんかこういうのを紹介してほしいなとかあったら、ぜひコメントしてくれると嬉しいです。じゃあ最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまたね。バイバイ。